開業から1年経たずに海に流されてしまった、JR 全駅の中で一番の駅。上流から流されてきた巨大な石。存在しない一番線ホームの謎は、解明できるか？今回の深掘り旅は、神奈川県小田原市にある、JR 根府川駅です。解説役は、僕、スクッチです。聞き役は、僕、やっち。それでは、旅ロボの深掘り旅、スタートです。旅ロボの、深掘り旅。やってきたのは、神奈川県小田原市にある、JR 根府川駅です。今日は、まだ暑さが残る令和6年、2024年9月です。セミの鳴き声も聞こえて、すごく暑そうに見えますが、天気予報では、最高気温は30度くらい。それでも十分に暑いけどね。そうですが、35度を超える猛暑日が続いてたことを考えれば、まだ過ごしやすいと言えなくもないかもしれない気もします。JR 根府川駅がある、神奈川県小田原市は、地図の赤丸のあたりです。小田原駅から東海道線の下り方面、二つ目の駅が根府川駅です。地図の赤丸のところに根府川駅があります。根府川駅まで来たのはいくつか理由がありますが、その一つが、芸能人のタモリさん関係です。NHK で放送されたブラタモリの鉄道スペシャルで、JR 全駅の中から、タモリさんが根府川駅を選んだそうです。その番組を見てないので詳しくはわかりませんが、タモリさんが根府川駅を一番に選んだという情報を見つけました。ホームからの景色がいいというのが選んだ理由だそうです。今後動画にする予定の、ある事情から、根府川駅で下車したので、色々見てみようと考えました。確かに景色がいい駅だね。今日は夏の快晴なので、空の青と海の青が綺麗で、木々の緑も相まって、いい景色を見せてくれています。根府川駅は景色がいいだけでなく、悲しい歴史も刻まれています。今回は、その歴史も見ていこうと思います。関東大震災？根府川駅の構内には、関東大震災殉難碑があります。この碑があることからわかるように、根府川駅は関東大震災の被害に遭っています。関東大震災が起きたのは、大正12年、1923年9月1日、11時58分です。その日は土曜日だったそうです。関東大震災があったから、9月1日が防災の日になっています。地震の規模を示すマグニチュードは、7.9 と推定されているそうです。平成7年、1995年の阪神・淡路大震災は、マグニチュードが 7.3 でした。地震の規模、マグニチュードは、阪神・淡路大震災より、関東大震災の方が大きかったということです。関東大震災の直接死、行方不明は10万5千人で、平成23年、2011年の東日本大震災より多くなっています。時代背景とか色々あるから直接比較はできないけど、かなり大きな被害があったんだね。根府川駅は無人駅なので、乗車券の人はこの黄色い箱に投入して下車します。交通系 IC の人は、ピットタッチして下車です。東海道線は熱海駅が交通系 IC の関所になっています。熱海駅より西側から乗ってきた人は、交通系 IC だと降りることができないそうです。窓口での生産もできない無人駅なので、熱海駅より西から来て、根府川駅で下車するなら、乗車券が必要です。JR 全線の普通、快速列車の普通車自由席乗り放題の、青春18切符だったら、どうすればいいんだろう？間違ってるかもしれないけど、無人駅で下車する場合は、車掌、ワンマン運転なら運転士に見せるという情報がありました。一番後ろの車両に乗らないと、車掌さんに見せられないね。宿場巡りで青春18切符を使おうかと思ってたけど、連続利用しかできなくなったから、使わないだろうな。そうなりそうですね。駅を出て、関東大震災の痕跡が残る場所に向かいます。ある事情により、途中を大幅にカットします。その事情については、別の動画で明らかになるはずです。
関東大震災の経済被害は、約55億円でした。阪神・淡路大震災の経済被害は約9兆6000億円、東日本大震災は約16兆9000億円だそうです。金額的には関東大震災が圧倒的に少なくなっています。でも、当時の GDP、国内総生産を見ると、経済被害的には関東大震災が最大にも思えます。関東大震災、阪神・淡路大震災、東日本大震災の経済被害の GDP 比は、それぞれ約37%、約2%、約3%です。経済的にも大きな被害があったんだね。そうみたいです。数字でも被害の大きさがわかりますが、根府川駅の被害の様子も見てみましょう。根府川駅の南側にある白糸川の河口から、約 4km 上流で山津波が発生しました。山津波は、斜面が崩壊して川がせき止められ、限界を超えて、水や土砂が一気に下流に流れる現象だそうです。その山津波が時速 50km 近いスピードで根府川の集落を襲い、200人以上の人が亡くなったとのことです。死者数については、289人や406人とする調査報告があるそうです。どちらにしても、根府川の集落は壊滅状態になったみたいです。この震災石は、その山津波で流されてきたものだと思います。こんな大きな石が流されてきたの？山津波の凄さがわかりますね。しかも、その山津波は、この辺にあった根府川関所跡も、飲み込んでしまったそうです。山津波は根府川駅を飲み込みませんでしたが、駅の西側の斜面が地滑りを起こし、根府川駅を襲いました。その時、東京発真鶴行きの下り列車が、根府川駅に進入するところでした。運転士は急ブレーキをかけましたが、電車は脱線してしまいました。その直後、ホームと駅舎と一緒に土砂に押し流されて、客車の一部を残して45メートル下の海中に転落してしまったそうです。列車の乗客は約150人で、ホームには約20人が列車を待っていたとされています。救助されたのは約50人で、120人ほどが犠牲になってしまいました。犠牲者は111人という情報や、131人だったという情報もありました。根府川駅で下り列車とすれ違う予定の上り列車は、白糸川の鉄橋近くのトンネルを通過中でした。機関車はトンネルを出たところで土砂崩れにあって埋まり、運転士が亡くなりました。客車と乗客は無事でしたが、トンネルから避難するときに土砂崩れがあり、数名が犠牲になったそうです。この白糸川橋梁は、関東大震災の翌年に作られたと、神奈川県のサイトにはありました。調べたところ、翌年の大正13年、1924年ではなく、大正14年、1925年に完成したという情報がありました。この白糸川橋梁は2代目で、初代は関東大震災の山津波で倒壊しています。初代が完成したのは大正11年、1922年で、その翌年の大正12年、1923年に関東大震災がありました。コンクリート造りの橋脚は、6本中5本が切断、橋脚3本と橋桁1本は約100メートル下流の海中に沈んだそうです。動画編集中に知ったのでちゃんとした映像はありませんが、根府川駅には、1番線ホームがありません。手前が2番線で、奥、海側に3番線、4番線と続いています。1番線は貨物用のホームだったという情報もありますが、どうやら、そうではないようです。内閣府のサイトにある、防災情報のページによると、1番線は一番海側にあって、列車と共に海中に流されたそうです。そのサイトには、1番線の名残を残す石垣の写真があります。その写真は、最初の方の映像に少しだけ映ったこのホームのような場所のようです。ここを貨物列車専用ホームとしてる情報もあります。ここが本当に1番線だとしたら、再建された根府川駅は、海側に移設されたことになります。もしかしたら、旧根府川駅の1番線ホームが、新根府川駅の貨物用ホームとして使われていたのかもしれません。真実を知ってる方がいましたら、コメントで教えてくれると嬉しいです。ちなみに、根府川駅の開業は、大正11年、1922年12月21日だそうです。関東大震災が大正12年、1923年9月1日なので、1年も経たずに、海に流されてしまったことになります。白糸川橋梁も同じだそうです。ということで、今回の深掘り旅、JR 根府川駅はこれで終わりです。それでは、また別の地でお会いしましょう。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。